こんにちは。大工の翔也です。シーズン5、完全なる洋風の新築現場、ようやく完成しました。足掛けね、5ヶ月以上かかりましたかね。一足先にね、中を見せてもらいましょう。こうやって直せるんだな。今回は新築現場5軒目、高気密高断熱長期有料のお宅になります。長期有料住宅、自分は初めてなんですけどね、少しグレードが上がるってことですよね。そのグレード上がった分だけ補助金が戻るといいんですけどもね。まずは土台設計からやっていきます。隣の田んぼでね、ちょうど田植えの準備をやってましたね。5月連休明けでしたかね。結構いい天気で気持ちのいい日に土台を捨てれる、いいもんですよ。やっぱし始まりがね、天気悪かったり風吹いてったりするとね、やっぱ立ち前もなんとなく雨引っ張ってきますからね、しょっぱなにいい天気にかかりたいもんですね。今回のこのお宅の機密の工法は床ぐるみの機密になります。基礎ぐるみ、家一軒全部を機密にする。ですから今回の基礎パッキンは機密パッキン、穴の開いてない基礎パッキンになります。この頃の現場はね、もう1階の床にも24ミリの合板を捨て張りします。ですからこの座金を埋め込んでやる。どうしてもこのインパクトレンチがいるんですよね。このレンチはね、座金にしか使えないんですよね。ちょっともったいない道具の一つですね。あ、おった。この頃はね、建物プレカットで刻んできます。でもこのお宅のようにね、見える材料、これがふんだんに使ってある家はね、特に仕上げ物がついてまいります。昔の家と一緒でね、ハンナで一本一本仕上げてあります。そしてこの柱の根元に石をつけたり、こういう風に金門をつけたりね。このお宅は優勝カップみたいにね、3本つけて表に並びます。削って仕上げた材料にはね、紙を巻いて養生します。これはね、傷ってなかなかこの紙で留めることはできないんですけども、雨の日に立ち前をした場合にね、どうしてもこのベルトが濡れてしまうんですね。そのベルトのシミというかね、汚れがね、削った生地ですとシミが残るんですね。ベルトのための養生みたいなものですね。そして建前ですね。やっぱ土台据えでいい天気でスタートしたおかげでね、立ち前もいい天気になりました。雨に降られた時ってね、少しぐらいでしたらね、雨降って地固まる都合のいいように言うんですけども、大雨に当たった場合はね、やっぱ最悪です。危険も伴いますしね、効率も悪いです。天気がやっぱし一番最高ですね。今回のこの現場はね、自分は1日玉掛けしてましたよね。
つものねベテランの大工さんちょっと都合悪かってね、やっぱし下で玉掛けしてますとね、全体の進み具合というか動きが把握できますよね。はい、ストップストップ、はい。最近の立ち前でもね、うなぎにだけは摂さんに必ずおみきをかけてもらいます。昔ですとね、親戚集まってきて祭りみたいにして立ち前してね、摂さんも最後には上に上がってね、上等式して、そして餅巻き、いろんなもんを巻いたもんですね。そりゃ賑やかだったですけどね、今はねちょっと寂しくなりましたね。建前も積んで外回り免税入りましたんで、金門をしまってきます。長期有料とね、やはり幾分金門が多いように感じますね。基礎に断裂するって本当にいいと思いますね。基礎がね外気に影響されないってことですね。夏の暑い時にね温度も上がりますし、直射日光でね基礎もチリチリになります。それがこのスタイルによって伝わってこない。やっぱり床下は快適ですよね。今の建物の床は 24mm の下張り工法になってますね。これによって床なりがうんと少なくなりましたね。でも案外合板を張っても床なりすることがあります。900カップに入ってる大引きがきちっとこの固定してないと案外床なりの原因になってしまうんですね。持ち上げとくかな。合板を張る時もね、四方1ミリずつつけるのがベストですね。床なりも少なくなります。そして建物の中の水位はね、合板の上から入るようになってるんですね。やはり合理的に考えてありますよね。昔はやっぱ土台を使うとダメや、平門を使うとダメやと言ったんですけどね。玄関サッシの電子錠は多くなりましたね。ピンポーン。はーい。今開けますね。キッチンによってパチャン、ガシャッ、ロック解除ですよね。昔はね、サッシ周りから雨水入り込みましたね。防水テープを貼るようになってから雨漏りはなくなりましたね。テープを貼るだけなんですけどね、職人の技を超えるんですよね。
そして断熱入れですね。あんまり好きな仕事じゃないんですけどね、むき出しのグラス、壁は120、天井も120入れるんですけどね、これをもうきちっと家中埋め込みます。そしてそれと同時に気密工事もやってきます。気密工事はビニールシートを内側から貼り付ける、そういう工事になるんですね。ビニール貼ってテープ貼って隙間があるんじゃないかなと思うとこはコーキングとウレタンできちっと押さえてます。本屋の小屋裏の断熱工事ですね。これはきつかったですね。まずは外壁はね、炎症の恐れのある部分は耐火ボード貼ります。そして断熱材は120のグラスウールを2枚重ねにして互い違いに貼るんですよね。これがちょっときつかったですね。最後はね、もう雲の上におるような感じでね、点検口から出てったんですけどね、この仕事だけはね、もうしたくないですね。そして機密検査もね、お褒めの数値いただきましてね、よかったです。よし、すごい。よし、違いなくコンマ1なので。いいお天気なんでね、家の外回りをやってきます。軒裏ですね。2階上がってね、窓を開けたらね、慌ててツバメが入ってきたんですね。ツバメのつがいが巣を作ろうとね、様子見に来たんですよね。片っぽだけ入ってしまってね、もうなかなかね出なかったんです。でもね、さすがツバメのつがいっていうぐらいですからね、1匹ちゃんと30分でも待ってるんですよね、外でね。大したもんです。ツバメが来るって縁起がいいって言われますよね。なんかいいことあるでしょうかね。そして南側にね、5メーターの長い運び差しがつきましたね。この運び差しもね、踏んで持ってくんですけど、5メーターがギリギリですね。これ以上長くなってきますとね、踏んでもなかなかね、こう持っていってつけてってちょっと難しくなりますよね。差しを取り付ける途中でね、ちょっとおじさんやらかしてしまいましてね、現場でね保険使ったのも本当に初めてです。長いことガラス入らなくて見せしめにされてね、それだけはちょっと楽でしたね。今度は床張りですね。床張りの前に上がりがまち。今まで入れた中で一番細いんじゃないですか。玄関タイル、フロアテントね。あまり段差を取らないってことですね。床材はね、ヒノキの15ミリ生き節の串味ですね。鎖のない自分の枝ですね。かけたり腐ったりしてないきちっとした生きた節が生き節、生節ですね。今回の床張りでね、一番大変だったのは通気口ですね。今回は床下も秘密の中に取り入れてあります。ですから
新しい空気を床下から取り入れるんじゃなくて、床下と室内を空気を循環させる、そのための通気口なんですね。それがまた上品な細い通気口でね、この家で6箇所あって本当に苦労しましたね。このヒノキの床自体はね、もう本当に乾いてましたね。節はありますけどね、いい材料でしたね。この板ですとね、この先もう絶対にすくことはないでしょうね。今度は階段ですね。大工の小屋って言ったらもう階段ですよね。いつも松の階段なんですけども、足松の階段、自分は好きですね。刻みやすいですしね。削れば光沢が出ますし、やはり値打ちがあるって言いますかね。昔はね、床で磨いたんですよね。あんまりテカテカに磨きますとね、また滑るんでね、今はね、オイル塗って油膜をつけますからね。昔からね、階段をかけるの一人区って言ったんですよね。階段をかけるのに1日、押し入れも1日って言ったんですね。押し入れの1日はわかるんですけどね、どんだけ手の早い人でもね、階段を1日で刻んでかける、ちょっと無理でしょうね。この階段でだいたい3日ぐらいかかりますね。でも松の階段、やりがいのある大工仕事ですね。この松の階段はね、材料を一枚一枚選ぶんですけどね、毎回ですけど段板を選ぶ楽しみがありますよね。これを何番目に持ってこうかっていつもこれ決めていけばいいんですけどね、正直自分は悩むんです。並べ替え300ぐらい並べ替えてね。ですからね、昔からいいんです。タバコ吸いながらって考えたんですけどね、今はね、タバコを現場で吸うわけにもいきませんしね、もうやめましたし、材料を自分なりに選ぶ、そういう楽しみがこの無垢の材料にはありますよね。特に松の階段は一枚一枚に変化がありますからね、表情が全部違います。ですからそういうとこが自分は好きですね。今度は階段室の2階部分に設ける落下防止壁ですね。手すり壁って普通言うんですけども、これもね、昔風の作りですね。化粧の柱が立ってるためにね、壁は大壁にはなりません。枠材を回って額縁を回って、昭和の仕事ですね。昭和は全部こういう風に額縁で仕上げました。はい。今度は吹き抜けの上の落下防止壁、それにつく机ですね。机の長さは結構あります。2007円。机といってもテーブルといってもね、用途は好きなように使ってもらえばいいんですけども、家族のみんなが使えるスペースですね。
最近のオタクはね、本当にこの吹き抜けが多くなりましたよね。いい空間ですけどね、ちょっと自分らにしたらなんかもったいないような気がしてしまいますね。部屋が一つ取れますからね。でも部屋にはない家族の楽しみが生まれますよね。窓枠はね、もういつものこの正目取りのこのむく板ですね。正目で取ってあるってね、いいですよね。伸び縮みと反りがないってことですね。単純に表面と裏面が年輪の本数が一緒だよ、それだけのことなんですけどね。この材料が反らない。なるほどですよね。あら、ぴったりになってったわ。このお宅は基本造作材は全部無垢材で取ってあります。そしてね、仕上がりの塗装に大胆な塗装をするそうです。で、いろんな塗装を楽しめるっていうのも無垢材を使ういいとこですよね。このお宅の天井は基本クロス張りなんですけども、キッチンの天井だけがね、これ板張りになってます。この板は杉の無地板ですね。針も見せて、巻く板も見せて、その針の間をねクロスで、いい感じになると思います。今度はキッチン周りですね。このキッチンは対面キッチンではないんですけども、キッチンを家族の方を向いて置いてあるんですね。今の方を向けて、それを囲うように低い壁がついてます。そしてその前にテーブルがついてます。使い方は対面キッチンと何ら変わりません。キッチンの前にもまたテーブルがつきます。先ほどとよく似てるんですけどね、同じ材質で低いテーブルがつきます。家族少ない時はね、このテーブルで食事もできますしね、ご飯作りながらでも目の前で話できますしね、やっぱこういう空間って本当に必要なんでしょうね。昔はね、とにかく部屋をいっぱい作ったんですけどね、このお宅のようにこの1階がね一つの部屋として使ってますよね。生活スタイルは変わりましたね。今度は玄関ですね。小さな玄関なんですけどね、で収納もねしっかりと取ってありますしね、ここに棚を7段つければ5、60足は置けますよね。すごい量の靴が収納できますよね。
そして壁には化粧棚と手すり棒をつけていきます。手すり棒はね、丸棒がいいんですけど、なかなかね、丸棒って作りにくいんですね。ですからこの八角形でやっていきます。でもこの丸棒ですとね、さあ握ろうと思うと細い棒になってしまうんですね。角がある場合は少し太めでも角で手が止まるんですよね。デザイン的には面があった方がいいかなと思ってますけどね。アーチ型の目隠し壁、このアーチには泣かされましたね。高が R なんですけどね、これ2枚揃えて型取ったんですけどね、 M クロスでもう両面貼って、それに自在ベニヤを裏から貼ってきました。割と小さな R でもベニヤはね曲がってくれるんですね。いよいよこの最後の仕事になるんですけどね、外回りのアメリカンウッドデッキですね。今回のウッドデッキの材料はね、モルダー掛けだけしてもらってます。材料はヒノキの3号角ですね。それをベースとして作っていきます。正面には手すりをつけてね、アメリカン風にって言われてますからね。最初にこれ聞いた時にね、って聞いてたんですけど、ウッドデッキから玄関へ入るってことなんですね。横は濡れみたいに回るんですね。そこからもう玄関へ入る、そういう形のウッドデッキはまだしたことなかったんですけどね、なんとか形になるかな。お向かいさんもね、こういう形のウッドデッキするんで参考にしようかななんて思ってたんですけどね、結局うちが早くなりましてね、隣に負けないようにね、こうやらんとね。広いデッキ部分はいいんですけどね、デッキへ上がる階段まで同じ材料で作るんですね。ちょっと思案しましたね。上に屋根がないんでね、結構メンテが必要になってくると思います。もうできるだけ工夫してね、デッキの間は水抜きの穴を開けてみたり、ビスでもね、普通のビスを揉みますとどうしてもこのビスの頭に水が溜まります。デッキ材の中にもビス穴から水が浸透します。でこの丸頭の大きい鍋ビスですとね、中にも水入りませんしね、デッキ材の持ちはと良くなると思いますね。アメリカン風ウッドデッキ、正面から見てね、白い家に白い手すり、まさにアメリカンですね。でも横へ回るとね、普通の濡れ縁なんですよね。それを言っちゃおしまいですよね。アメリカン風ウッドデッキできてよかったです。自分なりにそれなりの形になったなと思います。
見ていただいてどうでしょうか。アメリカ風になってたでしょうかね。最初ね、これはちょっと難しいんじゃないかなと思ってたんですけど、それなりにカッコになるもんですね。セスさんもね、喜んでいただいて本当に自分も嬉しいです。そしてね、至るところが可愛いデザインに仕上がってますよね。特にこの玄関に入った時のトンネルが2つあるみたいでね、大変おしゃれに仕上がっていると思います。建物のこの色合い、各部屋変えてね、正直自分の好きな色、形を勇気持ってね、形に変える。正直なかなかできないんです。どうしてもこの工務店とか会社に負けてしまってね、自分の意思をここまで通すことはなかなかできないんですけど、この現場はね、さすがです。いいデザインに仕上がりました。これでシーズン5の洋風の新築現場完成です。以上、大学1年でした。